はい、皆さん、こんにちは。株式会社ネイバーのノートフと申します。私たちネイバーという会社はですね、メタバーススタジオをやっている会社でして、主にアンリアルエディター for Fortnite という、略して UEFN を活用して、ゲーム開発や、体験や空間の創造に特化している会社となっております。今回ですね、このポッドキャスト、隣のフォートナイトでは、多くのビジネスパーソンが知っておくべきフォートナイトのビジネス的な魅力や、エンタメ業界でも重要さをお話ししておきたいと思っています。そして聞き手としてネイバーの株主でもある株式会社のケンセさんをお呼びしています。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ケンスーと申します。ネイバーさんにはですね、投資家として参加させていただいていて、であるという会社でもこういう次世代系のメディア、ポッドキャストとか、YouTube でビデオポッドキャストとして流すというお手伝いをしているので、今回聞き手として参加させていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにネイバーさんにどうやって出資したかみたいな話を簡単にちょっとお話しすると、もともとあれですよね、DM が来たんでしたっけ？ DM でまさに、はい、当時はツイッターでしたけど、ツイッターの DM でケンセさんとお話ししてみたいと思って DM を送らせてもらいましたね。そうですよね、はい、でフォートナイトでそのクリエイティブモードを使ってこういうことやってますみたいなのをいただいて、無理だろうなと思ったんですよね。はい、絶対うまくいかないでしょうと思ったんですけれども、ちょっとかわいそうなので会議してみようかなと思って会議をしたってところがスタートですね。はい、僕も、当時いろんな方とお話しさせてもらっていて、ケンセさんにも送って、有名な方だし憧れの方だし帰ってこないだろうなっていう思いもありながら、それでもちょっと話聞いてもらえたら嬉しいなと思って送ったら、まさか返事が来て、しかもミーティング設定していただいて、おおと思ってですね、やばいと思って、大チャンスだと思って興奮しました当時は。はい、でもね、そのお話聞いてみてめちゃくちゃ面白かったんですよ。フォートナイトでこういうことができてこういう世界が広がってますみたいなことはお聞きしたんですが、これスタートアップとしてビジネスになるのかは全然わからないっていうのが正直なところだったので、最初は100万円かなんかお渡しして、これで好きなの作ってくださいと。でそれ見て、実績として出してもらってもいいし、それでうまくいったらその後考えましょうみたいな感じでちょっとお茶を濁したんですよね。はい、あれってお茶濁されてたんですね。僕とじゃめちゃくちゃ助け舟来たと思って、なんていい人なんだろうと思ったんですけど、はい、ねその作ってもらってうまくいってもうまくいかなくてもいいかなと思ってやってゲームを作ったんですよね。はい、はい、で僕のアイコンであるロケスタくんっていうのがあるんですけれども、それを使ってマップを作るっていうんですかね、あれ。そうですね、フォートナイトの中の、いわゆるコンテンツですね、ゲームだったり空間だったりするものをフォートナイトの用語ではマップと呼んでいますね。はい、そうですね。でマップを作ってもらったらめちゃくちゃ僕が敵キャラでめちゃくちゃコテンパにやられるっていうマップですごく面白かったんですが、それが開始して結構すぐに100万プレイとかいったのかな。そうですね、ローンチして、2、3ヶ月後に100万プレイ突破して、もう本当にもう当時でアメリカのサーバーに入っても人はいたし、ブラジルに行ってもいたしヨーロッパにいてもいて、で声を聞くと子どもたちが僕の知らない言語でケンセさんを倒してましたですね。でこれで100万円で作ったマップ、100万円って多分もう当時としてはかなり破格というか普通は作れない価格なんですが、ちょっとお試しとして作ってもらったマップが、こんだけたくさんの人にプレイされて、でしかもそれのプレイ動画がまた TikTok とかに上がるもんだから、それも再生が回って世界中で自分のキャラクターが露出するっていうのを体験してしまったので、これはいろんな IP とかビジネスやりたい人がやりたいだろうなと思って出資をしたという、そういう流れですね。いや当時の読みがやっぱりケンセさん早くて、最近本当に世界中のそういう IP ホルダーさんだったりとか、インフルエンサーさんがもうどんどんフォートナイトとかロブロックスに自分のキャラクター化したものを出すっていうことを進めているんですよ。なるほど。露出がねやっぱりどんどん難しくなっていって、で一昔前だったら子供って YouTube とか見てるんでしょみたいに思っている人がまだ結構多いと思いますし、実際見てるんですが、
もう主戦場はフォートナイトとかロブロックスとかのゲームになってんなっていうのがすごい最近感じますね。相当 YouTube や TikTok の時間をゲームに取られてると思います。当時もう5年ぐらい前とかで Netflix の CEO がライバルはフォートナイトだって言ったんですよ。そうなんだっていうぐらいもう当時はもう全く Netflix もゲーム事業もやってなかったですし、でもやっぱり時間をそのくらい奪われているといやーそいうのはうですよ当時から言ってね。ましたね。いやーだからフォートナイトって、ゲームでしょ、だからゲーム関係ない会社にとってはあんまり興味ないみたいな人も多いと思うんですけれども、中で何が行われていて、でビジネスにおいて何が使えるのかみたいなところって絶対知っておくべきだよなと思いつつも、僕もあんまりゲームやらないのでわからないっていう感じなんで、はい、ちょっと聞いていきたいなと思ってます。はい、たくさん話していきたいと思います。はい。どんな人に聞いてほしいですか？そうですね、やはり日本の例えばエンターテインメント業界にいるような方たちだったりとか、あと新しいテクノロジーが好きだったりとか、もうインターネットを昔から見てきて次のインターネットという文化はどうなるんだろうっていう人たちだったりとか、もちろんそういったエンターテインメント業界以外の方たちもですね聞いてほしくって、例えば自社のサービスだったりとか、自社の製品っていうものを、今後どうやってマーケティングしていくかとかも非常に重要になってくると思うんですよね。インターネットが生まれてテキストで広げていった、画像で広げていった、動画で広げていった時代ですよね今。次がじゃあゲーム体験で自分の商品を広げていく時代になると思っているので、そういった観点でぜひ聞いてもらいたいなと思います。あれですよね、もはや YouTube を無視する企業ってあんまりないと思うんですけれども、もうそのぐらいになるみたいなイメージの方が近いんですかね。全くそうだと思います。大昔で言うとホームページを作るって企業がホームページ必要なの、その次は、ブログ必要なの、Twitter ソーシャルメディア必要なの、 YouTube 必要なのっていうのがずっとなってきて次はまさにフォートナイト、ロブロックスで企業がゲーム作るって何って今言われてますが当たり前になります。いやでもそうですよね。結局そのテキストから動画っていうのも分かりやすく情報量が多くなるからなんですけれども、動画からゲームも要は見てるだけから体験できるっていう体験のリッチさが全然違うので、当然そこになるよねっていう話ってことですよね。まさにそうです。やっぱり視聴よりも体験の方が、お客さんにとっての思い出になりますよね。じゃあディズニーランドに行った思い出と YouTube を見た記憶、どっちが強いですかっていう話なんですよね。確かに絶対ディズニーだよねっていうのはもう、でそれがディズニーランドを皆さん作ることはできませんが、メタバースだったらそれが可能ですよと、一社ごとにランドが作れるんですよっていうのが今の時代だと思います。これ今メタバースっていうキーワード出たんですけれども、要はフォートナイトとメタバースってメタバースの一種としてフォートナイトを捉えればいいのか、それともなんかその別の概念として持っておくべきかっていうのはどう考えておけばいいですか？大きくメタバースというジャンルの一つだと思います、この UGC ゲームプラットフォームは、フォートナイトもロブロックスも、でその中で今はゲーム的な要素が強いですね。なるほど。その中でルールがあって対決をするとかっていうものが多いんですが、どんどんこれが拡張していけばただの街があって、ただそこに人がなんとなく滞在しているっていうものも、実際にあります、そういったマップというコンテンツもあるので、もうメタバースと言っても過言ではない。でここにさらに経済圏などが生まれていけば、空間の中で人と出会い遊びなんか経済活動をしていく場所になっていくので、これがメタバースかなと、私は思ってるだけで、メタバース本当に世の中いろんな定義があって、それはメタバースじゃないっていう人もいるのでありそう。ちょっと、怖いんですよね、メタバースについて語ると。でもやっぱ動画が来るよねって言ったけど、今だとほぼ YouTube か TikTok のこの2つぐらいしか使われてないよねみたいな感じで、フォートナイトとロブロックスしか使われないみたいな可能性はありますよね。ありますね。で当時もSNS でもたくさん多分乱立したと思うんですけど、ある程度統合されていって、確かに。で今まさにこのゲームプラットフォームもどんどん立ち上がっています。フォートナイトやロブロックス以外にも。なるほどな。確かに昔 YouTube 系の YouTube が出た時のなんかウェブサイトのニュース記事を漁ってたんですけれども、
注目のサービス12選みたいなところに YouTube が1個入ってて、他のこう動画サービスもたくさんあったんですけど、他全部潰れてたんですよね。確かに。みたいな感じで、今はメタバースっていう大きなくくりだけれども、将来的には大体この 2,3 社だよねみたいになる可能性はあるっていうことで、十分あると思います。はい、その中ですでにフォートナイトとロブロックスでいうともう抱えているので、大きなユーザー数を。なので、このまま走り抜けるんじゃないかなっていうのが、僕の読みでもあり、世界中の多分ビジネスやってる人の読みかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこれ第1回目はあくまでポッドキャストの紹介みたいな感じなんですけれども、次どんな話をされますか？そうですね、次はもうちょっと具体的にフォートナイトって何という基礎編をお送りしたいと思います。何年から始まってどういうゲームだっていつからそうやって UGC になっていったのみたいなことを話していきたいと思います。楽しみです。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。